いろんな本がチャクラは出てるんですが、ほとんど正しいものがないというのが現実でして、100冊のうち1冊あればいい本なんですね。宗教関係とか精神関係の本でなかなかいいものが見つからないということですね。で今日はもう実際の体感でいろいろやっていただきますので分かってはもらえると思います。このチャクラの感覚を、得得しておくと、かなりのことができるんですね。才能が開くというのか開花するというのか部分が大きいんですね。熱心にされますと、僕はそういう方面はこの講座では話さないんですが、霊的な進化とつながっていますので、早く進歩するということは間違いないんですね。私の東洋学セミナーの第1期生の方でね、非常に才能のあるヒーラーの方がいました。でその人がクリスタルボールっていう鉢のようなものがあるんですね。軽く叩いたりこすったりする。でそうやってヒーリングをやるっていうことを10年ぐらいやってたんですね。で効かないんですね。一生懸命こうやってこすってもね。で患者さんが来たらやってたらしいんですけどね、効かないんですね。その人すごい優秀な人なんですよ。ものすごい才能のある方なんですけど効かないと。で僕が初級をもう習ってるはずだから自分のチャクラに焦点を合わせてこすれって言ったんですね。例えばその人患者さんがマニピュラチャクラに障害があるっていうのは見たらすぐ分かりますから、ヒーリングやってるぐらいの人ならね。で僕は手当てなくても見たら分かりますからマニピュラだなとかって分かるでしょ。でそしてこすりなさいって教えたんですね。でやったらね治療効果が出てきたって、ね、言うんですよね。でそうでしょって、それは当たり前なんだけどね僕にはしたら、それ知らないからみんな、ヒーリングやってる人が知らないんで。ものすごく効きますっていうわけですね。でということは自分のチャクラマニピュラチャクラがどこにあってどういうふうにすれば覚醒するかを知らないとヒーリングができないということなんですよね。うちの子供にちょっと今写真を撮らせて、デジタルカメラで写真撮らせててちょっとした表紙にしようと思って撮らせてるんですけど、うちの子供はもうそういう修行とかそういうことさせてませんからね。何もしない、ただ普通に育ててるだけなんだけど、うちの夫婦の会話聞いて育ってますから、割とこのチャクラとか自然に理解してるわけですね。そういうチャクラが存在するということをもう理解してますし、ちょっとしたコツを、写真を撮る時のコツを教えたんですね。こうやって撮るといいよって教えて、で撮らすと中学校の1年生が撮るような写真にはならないというかね、多分写真を撮る人が見たらびっくりするようなものが撮れるんですね。非常にレベルの高いものが撮れる。であと構図とかですね、写真のシャッターチャンスがねまだ甘いので、そういうのは3年ぐらい勉強するとね誰でもできることなんで、ただその写真っていうのは撮る人の意識で全然変わったものになってしまうので、そこが非常に難しいわけです。でそこをコツをちょっとだけ教えたんですね。そうしたらもう本当に違うものになってしまうんですね。でそういう意味でこのチャクラっていうのは非常に重要でして、皆さんがチャクラっていうのを理解されて、そしてある種意のままにですね自分で操れるようになると、今まで誰も撮れなかったような写真が撮れる、あるいは絵が描けるということが起こります。ですからアートの分野でも音楽の分野でもですね、他の分野でもですねさまざまな、もちろんヒーリングの分野でも何でもいいんですが、極めて重要なのでね、テキストの1ページを見てください。人間のエーテル体、気の体ですね。エーテル体にはほぼ脊柱に沿って精妙なエネルギーの中枢である7つのチャクラが、存在します。これらのチャクラは人脈っていうのはこの体の正中線のここの部分です。体表面のねこの部分なんですが、人脈上に対応するツボの位置にそれぞれ気の出入り口を持っていると。でこれらの体表のツボはチャクラではないが、便宜上体表のチャクラと呼ぶことにすると。体表のチャクラは気の放出と吸収に応じてそれぞれ各々7つの色彩を持っているということで、本当はですねチャクラというのはそこに書いてあるように背骨の中にあります。チャクラというのはそれなんですが、それはですねこの体表のこういう部分にですねルートがありましてね、パイプがあって、ここから気が出たり入ったりする。で普通ヒーラーとかチャネラーが言うチャクラってここのことを言ってるわけです。でこれは本当はチャクラじゃない、本当はね気のただの出入り口です。だ
だけども便宜上チャクラといううちでもね、ここの講座でもチャクラと呼ぶことにします。もうその名前が通ってるから、もうチャクラってみんな普通大体ここの体表のここのことをみんなヒーラーの人とかチャンネルの人言いますので、体表のツボって言ったら分かんないでしょ。もう体表のチャクラということにしようということでね、この講座でもチャクラと呼ぶことにします。チャクラっていうのは上の身体と下の身体をつなぐ変換器のようなものなんです。ですからエーテル身体と肉体っていうのがありますわね。だからアストラル体とエーテル体と肉体、この架け橋になるようなものなんですね。それがチャクラで、ちょうど発電機のようなもので、水の物理的な水の力っていうか重力で水が落ちる、それを発電することで電気という精妙なものに変換しますわね。でチャクラっていうのはそういうものなので回転してるんですけどね、回転していてこのプラーナ気のレベルのものをですね、人間の電気生理的な脳の中に電気とか磁気があるでしょ。でそういうようなもの、体内の電気とか磁気というものに変換する装置がチャクラなんですね。ですからより精妙なものから粗大なものへ、あるいは逆に粗大なものから精妙なものへ変換するのに必ず回転が起こらないといけないので、そういう中枢をチャクラと言っているわけです。で本当はどの身体にもこの3つの身体のどれにもチャクラがあるんですが、通常チャクラという場合はエーテル身体のことを言います。普通に特に限定しないでチャクラって言ったらエーテル身体のことを言いますので、この講座ではもう全てエーテル体のチャクラの覚醒の仕方を教えています。ここにあると思ってください。エーテル身体の生命力の中枢、プラーナ木ですね。プラーナっていうのはね木なんですけど、木が渦を巻いているわけですね。それが光って見える、独特の色に光って見えるので、それをチャクラ、車輪と、あるいは渦という、チャクラっていうのは車輪っていう意味ですね。あるいは光の渦っていう意味なんで、そういうチャクラという名前がついているわけです。で、病気になるとそこのところの回転が鈍って、止まることはないんですがゆっくり他のチャクラの振動数と違った振動数で回り始めるわけですね。回転が落ちるんです。ですから回転率を他のチャクラと合わせて揃えてやると健康にいいということで、ヒーリングはそういうことをやっているわけですね。回転を元の状態に戻してやろうということです。でチャクラというのは非常に人間の想念の影響を受けますので、悪いこと考えたりとかするともうすぐ回転が落ちるんですね。それから周りの環境の影響も非常に受けますので、そういう場の悪いところに行くと非常に回転が落ちてしまいます。でそういう意味で、ヒーリングをやってる人はそこのチャクラに溜まったエネルギー、下手すると憑依されてたりとかね、霊がそこについてたりとかしますので、それを抜き取るとかっていうような、そういう治療をやっているということなんですね。チャクラには放出と吸収がありまして、そこに絵が描いてあるように、放出の色は下から順番にほぼ虹の色になっているんです。正確な色は2ページにちゃんと書いてありますが、大体こういう色になっているわけですね。でところがプラーナ気はですね、チャクラから放出したり吸収したりしてますので、吸収のエネルギーもあるんですね。こっちもある。でこっちのこと言う人いないんですね。でその吸収の方はここに書いてある色になっていて、放出の色のちょうど補色になります。補色の色が吸収になるんですね。ちょうどねサハスラーラの吸収はですね、黒なんですね。白の補色だから黒になるわけですね。で今度こっちをねやってみましょう。で触れた時に息がスーッと吸う息がすごく長くなる。ここに意識を集めてね触れるとそれが感じられるわけです。どうですか、分かりましたか。黒に触れてる時に何かがなんか入ってくる感じがあるといいんですよね。頭頂からね何かそれは一番いいんですけどね、ちょっと難しいかもしれませんね。例えばさ、寝不足、例えば徹夜をしてね、まだね睡眠が足りないっていうような時って、なんかこの奇妙な感覚っていうのが体にあって、何か吸い込んでる感じってありませんあれがプラーナチャクラから気を一生懸命吸ってるわけですね、体がね。ですからそういう時に実はこの吸収の方をやってやるとすぐに回復するんですね。早く回復できるわけですね。本当は眠ってる時にプラーナを吸収してね、回復してる、充電してるわけですよ。人間ってのは蓄電池みたいなもんで、眠ってる時に充電するんですけどね。で深く眠ってる時ほど充電率が高いわけですね。充電がよくできるんですね。
で実はそこで売ってるし、ホームページを開けていただくと商品というところで売ってるんですけど、調和の言葉というはがきを作りました。これ525円で4枚入っています。でこっちは男性用です。でこっちは女性用で左右が反転して吸ってあるんですね。鏡のように対称になってるんですね。で男女って鏡のように対称になってますから、気の流れがね。でそれでこういうふうにしないといけないんです。でこっちは男性、こっちは女性で、これ表紙に載ってるのは体表のチャクラの放出になっていまして、これ開けられると4枚出てきます、カードが。体表のチャクラ放出、それから体表のチャクラ吸収っていうね、男性用が2枚、女性用が2枚入っています。男性用は放出と吸収、女性用も放出と吸収っていう形で4枚のカードが両方入ってるんです。でこれ便利なんで、実はですね、このカードをこう触れる、こうやって触れるだけで7つのチャクラを全部同時に開く。さっき色紙で1つずつやったでしょ、ね、これ7つ全部いっぺんです、やるんです。でそれからここに後ろに書いてありますが、男女にかかわらずここにね、唱え方が書いてあります。ちょっと読んでみましょうね。放出の唱え方っていうのね、博愛、祝福、愛、法、希望、慈悲、美、力、偏在、無限、共感、祈り、自由、感謝、知恵、秩序、信仰、非暴力、調和、正義、真実、真理、無執着、平安っていうふうに唱えるんです。実はこういうふうになってるんですが、博愛、祝福、愛、法、希望、慈悲、美、力、偏在、無限、共感、祈り、今度ここから自由、感謝、知恵、秩序、信仰、非暴力、調和、正義、真実、真理、無執着、平安と。ちょっと不思議ですけど、こういう読み方するんですね。後ろに読み方書いてあります。これを唱えたら7つのチャクラから全部ダーッと気が出るんです。で実は気に敏感な人が東京にいましてね、でその人にこれはがきでこうやったらなるんですよって言って教えたんですよ。でやってみたの、その人は。だからすごいってね、次の日に会った時、すごいですって分かりましたっていうのね。で昨日ずっと唱えてたんで今日ものすごく元気なんですって言ってくれましたけど、本当にそうなります。こういうふうに唱えるとなるんです。で吸収の唱え方も書いてありますから、自分でね各自やられてください。これがものすごく便利なのは、これはがきですのでね、本当はだからこれ絵はがきとして作ったんで、本当はこれ使ってみんなどんどんね、みんなに手紙書いてほしいんですけどね、こういうことを教えるとね、みんな手に自分のものを懐に持ってしまって絶対に書かない水をねこう入れますよね。これやってみられたらすぐ分かりますからやってください。で時間は5分から10分、本当は3分でも1分でもいいんですけどね、長く置いた方がパワーが強くなるっていうだけで、こう中心にこうやって置いて、これは僕は男性なんで男性用に置いています。女性用に置いたらダメですよ。女性は女性用に置いてくださいね。でこれで5分か10分置くわけですね。でこれを飲みます。そうするとダーッと7つのチャクラから全部が開くんですね。でこれものすごく長く続くんで、この効果がこれは非常におすすめの方法なんですね。その違いはね、例えば今ねこれを置いて時に、例えばハートのチャクラこうやってこの感覚を確かめておいてね、でそれからこれをね置いたやつを飲んでみるんですよ。飲んでそれからもう一回やってみるんですよ。あ、違うって、本当だって、ものすごく呼吸楽になってるってすぐ分かりますよ。それがどのチャクラやっても同じです。その飲む前の感覚、この呼吸の感覚、深さの感覚と、これを飲んだ後こうやってみたのが違うんです。でものすごく呼吸が楽になって深くなってるんで、確かにこう効いてると分かります。でなんならこんなポットにねこう入れといて常時置いとけばいいわけですよ。でそこからこう汲んで飲めばいいんで、これものすごく便利ですね。でこれはもうぜひやってください。私もしょっちゅうやってます。家で取り出して。でこういうの作るの本当に難しいんですよ。7つのチャクラ全部バーッと気を出すようなものをね作品作ろうと思ったらどのくらい難しいかっていうね、この言葉の選定からね、それをどう配列するかっていうのに秘密があるわけで、ものすごく難しいんですよ。でこれ作るの僕半年かかってる。昔は思いやりとかね、優しさとかね、いろんな言葉が入ってたんです、ね、全部調べて外していって、残ったものだけ作って、これ言葉選定するだけ3ヶ月かかってる。であと2ヶ月この配列ね、これ特殊な配列しないとそういう効果生まれないんで、その2ヶ月かけてでやっとできて、でそれを今度吸収の方、それから女性のってやる完成するのに何年もかかってる。でこれをたった528円で出してるわけです。25円で出してるので、私としては奉仕品ですはっきり言って非常にいいものなのでぜひ使ってください。必ず先に放出をやってくださいね。チャクラのここのところにエネルギー、悪いエネルギーが汚れてるわけですね。だからそれをまず放出して除かないといけないです。
でそれから新しいものを吸収するということで、先に放出をやってその水を飲んで、それからあと吸収が必要な人、エネルギーがもっと補充したいと思う人は吸収の方のやつのはがきの上に乗せた水を飲むと、この吸収されるということですね。ただ人によってはチャクラのやっぱり働き方にね、開いてはいないんだけどそのチャクラのどれが働きが悪いとか良いとかっていうのは人によって違うので、それで個別にアタックする方法も必要なんですね。個別にそこのチャクラを浄化するっていうね、7つ全部って均質にやるんじゃなくて、例えば腹立てて夫にね何かやって、それで怒ってるとしますね、奥さんがね。わかりますね。なんかね気に入らないことがあって怒ってる、そういう時はマニピュラチャクラ浄化しないといけないから、マニピュラを集中的に浄化するやつムードラーやった方がいいわけですよ。わかりますね。だからそういういろいろありますのでね、いろんなどういうネガティブでもネガティブ、例えば寂しさとかね、悲しさ、例えば悲しさとかっていうんでもどういう質があるでしょ。それでスワディスタンになったりマニピュラになったりするんですよ。自信のなさ、自分が自信なくしたっていうんでもね、ある人は甚だになってるし、ある人はマニピュラになるんですよ。でそれが人によって違うから、それを見分けれるのがヒーラーなんですけどね。ちょっと能力のある人はそれがこの人は甚だがおかしくなって落ちてるなとか、マニピュラが今おかしくなってるなって分かるから、そこを集中的に浄化するんですね。でそれが自分が分かるんだったら、それを個別にアタックした方が余計通りがいいんで。それで7つ全部は便利なんですけど、個別のやり方も必要だということです。で本来はね、熱心な人はなるべく下から順番にやってください。放出やって吸収やってとかね。でこれスワディスタンの放出吸収でずっと上までやっていって、で最後にこれでいっぺんにやると、それはものすごくいい方法ですね。とても、強力な方法です。声を出していった方がいいんですか？何が？声を出して読んだ。それはすごく便利ですよ。僕は疲れてる時、心の中でものすごく疲れて電車に乗って帰る時あるでしょ。その時心の中でこのマントラ唱えてます。僕はもちろん自分で作ってるから覚えてるからね。そしたらものすごく急激に楽になりますよ。唱えれば唱えるほど楽になりますね。